ゴジラのシリーズをねたくさんお撮りになってるんですけど、それをの始まりといいますか、これはね僕がやっぱりね企画からね大体第一項までの間は第一項というか原作というかね、はい、あれまではねやっぱり優子さんが主体になってやっててんで、はい、僕の手に来た時にはまあ大体のあれはまだ名前はねG作品っつってなんか極秘で随分ね円谷さんと田中智之プロデューサーが、まあ極秘とってあれだけども、まあ当時からしたらねそんな怪獣ものをね主役みたいな映画なんていうのはね、はい、大体誰もあんまり乗らなかったんじゃないですかな。なんか森山さんだけがひょっとしたらひょっとするって、もう随分一つに研究したという噂話は聞いてますけど、もちろんその辺のね事情っていうものはねこれはまた僕らと違った形のね僕は映画の裏話みたいなものにあると思うんですけどね、状況からすればねやっぱり円谷さんが持っていたスタッフ的なものとか、円谷さんのキャメラワークというかね、そういうもののがやっぱり東宝の制作の中の一ジャンルとして確立しようとする形のが芽生えてきたんじゃないですかね。それはもちろんいわゆるゼロ戦なんかのね特撮映画っていうのはあるから、それのやっぱりスタッフがあるわけでしょ。そういう形のものでやっぱりそれじゃあそうそう戦争映画ばっかりねそういうもんじゃなくしにできないかと、それはやれるんじゃないということで出てきて、それで僕のところに来たのは最初はなんかね当時のあれはやっぱり監督っていうのは僕らの若い監督なんていうのは別にね自分の持ち物をね作るなんていうのはもうそんなにそういう自由自在な時代じゃないから、僕なんかはやっぱり東宝という制作会社の制作する企画の中で作っていったもんですからね、それを僕のところに来たわけですよ、ゴジラっていうのがね。ただしやっぱりね考えてみるとああいうものをやっぱり作ろうとする監督っていうのはそうそうはやっぱり誰でもってわけじゃないんじゃないかな。誰でもっていうのはもちろん決めるあれよりも「君どうだ?」っつったら「いやこれは」っていうふうな形の人が多かったと思うんですよ。もっと少ないかもしれませんねやろうっていうのを。どうなるか分かんないと思うんですけど、それをね僕はすんなりって受け入れられたことはやっぱりドキュメンタリーでこういうものをやってるわけでしょ。なんかそういうこの科学的な形のものの自然にまつわるもののね、だからそういう形でもってね、それで特に僕がこれに乗ったのはやっぱりねあれが原爆の実験でねこういうものが生まれたというこの考え方ですよ。原爆の実験したからってああいうものが生まれるというのはねこれは少しやっぱりねこじつけですけどね、しかしねああいう大きいものがね原爆という形の性質みたいなものを持たせれば、そこにやっぱりねただ大きいだけじゃなくてね、映画としてはそれの第一性格が出てきますよね。なんかアメリカの起業家が向こうではいわゆるタコとかですね、サメとかのお化けみたいな蛇のお化けがいるけども、その観念で生まれた怪獣っていうのは世界で初めてだって非常に評価されたっていうことを聞きましたよね。それでかつまたやっぱり文明費用になってるということで日本に帰ってまた再上映されて大変当たったっていうことを聞いてますけど、多分そうかもしれませんね。それで僕がやっぱりねその時にいわゆる迷わずにねあれしたことっていうのはやっぱりね原爆って僕は帰ってくる時にね
ちょうど いよいよ最後の負けて軍隊で引き上げて帰ってくる時に広島を取ったんですよね。その時にね72年間は絶対にここには草一本が生えないということを言われたでしょ。そういうものがやっぱりね気持ちの中にあるんですよね。そうしてくるとその原爆というものに関する憎しみみたいなものっていうか、これええもの作ってこんなものを次から次へやったらえれえこっちゃないかという、そういう気持ちがいわゆるね演出家としてねゴジラにを動かすのに一つのこう迷いも出てこなかったわけですよ。これはもう僕は何回もいろんなところで言ってますけども、今でもこれだけはもう僕は忘れないんだけど、円谷さんと裕子さんと3人で表門廃止せってこう立ち話した時に、一番この作品を作る時に僕らいわゆるスタッフがね、スタッフがこんなものなんだっていう迷いを持ちながら作ったら絶対ダメだから、我々が一体こんな動物こんなものが出てきたら一体どうなんだろうという恐怖心はね絶対に我々がスタッフがね忘れずにね、それでいこうじゃないかと。それは大事なことですね。これが作る我々がねこんなものというものが、だったらこのぐらいでいいじゃないかといういい加減な気持ちになったらこれは絶対ダメだと。それだけはね我々が2人はどう思ったか知らんけど僕はそう思ったからこれがねまあ今言ったみたいに僕の気持ちの中ではそういうやっぱり原爆というものの怖さみたいなものをこれがね持ってっていうことでしたから、そういう性格がねこれに発見っていうか、そういうもので描いていけばいいんだという、それでまあ迷いというものなしにいこうと。でこれはあれですよ、多分ねこのゴジラができた時になんかこれは生まれても何にもしてないね不安のね人がどっかこの原型を買ってきてこの中へ自分でねいろんな仕掛けをして持ってきてくれたんだけど。最初のあれは人類の敵なんですよ、はっきり言って、しかし何やってもとにかくね倒すことのできない、動物なんていうのはこれやっぱりね原爆がああいうものがあったからこそねこれが生まれたんだよね。絶対にそうですよ。そうでなくてただこれをね昔のいわゆる恐竜時代の動物が出てきた、暴れただけではやっぱりね全然意味が違いますね。違うと思うんですよね。これもやっぱり時代が生んだ確かに。